こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビがラットを食べる様子をご覧いただきたいと思います。こんな感じで餌をあげて、ボールパイソンというのはこんな感じで食べるんだよというのを、これからボールパイソンを飼ってみようかなと考えていらっしゃる方に見ていただければと思います。ではあげてみたいと思います。はい、おいし、説明する間もなく食べた。これ食べたら少し振ってあげて、逃げようとしている様子を演出してあげると巻きつきが強くなるんですね。逃がすまいと、これは俺の餌だっていう本気度をこれ高めてあげるわけですね。さっきこの飛びつく直前に舌をピロピロしていたと思うんですが、あれはヘビが匂いの元、匂いの粒をですね、ベロの先でキャッチして、それをヤコブソン器官というところに送って、食べ物がここにあるんだというのを判断していたわけですね。でヘビは餌をですね、匂いと温度で判断しています。ピット器官という穴が鼻のあたり、口の上あたりに開いてるんですけど、そこで温度センサーになっていて、生き物がいる、温かいものがいるというのを認識しています。このピット器官で温度を、ヤコブソン器官で匂いを判別して自分の餌を判断しているわけです。普通の生き物と違うのは噛み砕いたりしない。僕ら人間はですね、歯で、肉とか野菜とかっていうのを噛みちぎって、また咀嚼して飲み込んで吸収しやすく、消化吸収しやすくするわけですね。でもヘビは丸飲みです。これ最初巻きついてるのは締めて絶命させているわけですね。ヘビの歯っていうのは噛みちぎったり細かくしたりするためのものではなくて、返しになっているので、餌が逃げないように、ネズミが逃げないようにするためのもので、こうやって巻きついて噛みついて巻きついて窒息させた上で、もう完全に絶命したなと思ったら丸飲みしていく感じです。ほとんどの場合は頭から飲んでいきますが、たまにお尻の方から行ったりすることもなくはない。ってことはもう頭を判断してるってことですよね。ここだって言って。大きいボールパイソンと大きい餌になるとより分かりやすいんですけど、ただ単に巻きついて締めるというよりは呼吸に合わせてこの締め付けを強くしていくわけですね。やっぱりネズミも呼吸するじゃないですか。でそのふーっと息を吐いたちっちゃくなった時にグッと締めて、でまた息を呼吸に合わせてグッと締めて、狩りのテクニックというか、そういうのも駆使しながら獲物を食べているんですね。斬新な重力に逆らう食べ方。僕たちはいろんなものを食べるじゃないですか。野菜を食べたり、大根食べたり、人参食べたり、玉ねぎ食べたり、肉食べたり、魚食べたり、果物食べたりしますけど、ボールパイソンというのはもうネズミだけで生きていけるんです。野菜を食べるとか、いろんなものを食べるとかじゃなくて、もうネズミのみ。ネズミがボールパイソンにとっては完全栄養食品で、これさえあれば栄養バランスも完璧です。日本では大きく分けると、マウスと言われるハツカネズミ、それからラットとして一括りになりますけど、クマネズミとか、ドブネズミとかって大きい種類もいるんですが、この2種類のどちらかをあげることが多いです。今日あげてるのはラットですね。うちのお店ではボールパイソンにとってベストの餌はマウスではなくラットだと考えていますので、小さい時はマウスをあげる子とかもいるんですけど、なるべくラットに切り替えてあげていく。これぐらいのサイズだとマウスをあげることが一般的だと思うんですけど、なんでかというとマウスの方が安いんですね。それと爬虫類ショップとか、いろんなショップさんとか、インターネットでも買えますから、そういうところでもマウスの方が断然売ってるので、数が多いのでマウスをあげることの方が多いんじゃないかなと思いますけれども、やっぱりボールパイソンにとってベストの食べ物はラットだと思います。なのでこうやって小さいうちから小さいラットを
食べさせてより健康になるように、そしてより成長するようにということを願っています。丸飲みなんでね、結構遅いですよね。早飯とかはできません。ゆっくりゆっくり飲んでいく。で、人間の顎と違ってボールパイソンの顎っていうのは、下顎とかはですね、一つの骨になってるわけじゃなくて複数の骨になってるわけですね。でそれを人体でつなげて、口みたいな感じになってるんですけど、餌を食べるときは、それを餌のサイズと形に合わせて広げる。なのでここまで口が大きく開くんですね。普段の小さいおちょぼ口、ボールパイソンの顔前から見るとオメガみたいな形になってるんですけど、ああいう形やサイズからは想像できないぐらい大きく開いていくのは、そういうボールパイソンの口の作りを駆使しているわけです。こうやって飲んでいく。で1週間ぐらいかけてゆっくり消化して吸収して排泄をしていきます。伸びてる伸びてる。ラットの柄が、毛の色が透けて見えますね。もうすぐ飲みそう。びっくりさせちゃった。ボールパイソンにたくさんの餌を食べさせたい時とかには、チェーンって言われる、ネズミとネズミをくっつけて1匹の大きなネズミに見立てさせてたくさん食べさせるっていうテクニックもあるんですけど、普通はそこまでしなくても良いと思いますが、そういうチェーンとかをする時とかにはもうちょっとこれは行き過ぎてますが、お尻の方まで行った時にそっと当ててあげると、こう飲み込みながら1匹のネズミだと錯覚をして一緒に飲んでくれると。なのでたくさん食べて早く大きくなるというテクニックも一応ありますが、得てしてボールパイソンは餌あげすぎのパターンが多いので、あんまりチェーンとかでガツガツスピードを高めて急に大きくさせようとしなくても大丈夫だと僕は思います。この辺ですね、様子は。飲んだかな。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビのご飯を食べる様子をご紹介しました。当店の生態在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。